た方ラーメン消滅危機。喜多方ラーメン消滅危機。こんな記事が話題になっていました。記事によると原因は後継者不足です。確かにその通りでしょう。実際に店主の高齢化は進んでいますし、後を継ぐ人がいないという話もよく聞きます。でもここで一つ疑問があります。なぜ後継者がいないのでしょうか。魅力的な商売なら子供が継ぐかもしれません。従業員が継ぐかもしれません。あるいは全く関係ない第三者が買うかもしれません。それなのに継がれない。ということは後継者不足のさらに奥に理由があるはずです。そこで今回は感情論ではなくお金の流れから喜多方ラーメン問題を分析してみたいと思います。そして調べていくと実は喜多方ラーメンだけの問題ではないことが見えてきました。現状まず最初に確認したいのは本当に喜多方ラーメンは消滅危機なのかということです。記事によると最盛期には120店から130店ほどあったラーメン店が現在は90店前後まで減少しているそうです。確かに数字だけ見ると減っています。老舗の閉店も続いています。発祥の店とされる源来の木も閉店しました。ですので喜多方ラーメンの店が減っているという事実そのものは間違いありません。しかしここで次の疑問が出てきます。喜多方ラーメンだから減っているのでしょうか。それともラーメン業界全体で同じことが起きているのでしょうか。この違いは非常に重要です。もし喜多方だけの問題なら喜多方ラーメンそのものに原因があります。しかし全国で同じ現象が起きているなら原因は別の場所にあります。そこで次はラーメン業界全体を見てみましょう。逆説。ここで面白いデータが出てきます。実はラーメン市場そのものは縮小していません。むしろ拡大しています。市場規模は過去最大級です。つまり日本人がラーメンを食べなくなったわけではありません。ラーメン人気が終わったわけでもありません。ここが最初の違和感です。市場は拡大している。でも店は消えている。普通に考えるとおかしいですよね。需要が減ったから店が減る。これはわかります。しかし需要はある。市場も伸びている。それなのに店が減る。では何が起きているのでしょうか。実はここに今回の本題があります。そしてこの時点で原因を単純に後継者不足だけで説明するのは難しくなります。なぜなら儲かる市場なら普通は人が集まるからです。次はさらに深掘りしていきます。店が減る本当の理由は何なのか。そのヒントになるのがある一つの言葉です。黒字廃業です。黒字。ここで今回最大の謎が出てきます。黒字廃業です。赤字だから閉店する。これは誰でも理解できます。売上が足りない。利益が出ない。だから続けられない。これは自然な話です。ところが今回の記事で取り上げられているのは黒字なのに廃業するミスです。これは不思議ですよね。黒字なら続ければいい。そう思う人も多いと思います。しかし税理士として見ると実は黒字という情報だけでは何もわからないのです。例えば今年の利益が500万円だったとします。それだけ聞くと悪くありません。ところが去年は1000万円。その前は100万円。その前は700万円。こんな状態だったらどうでしょう。利益は出ています。でも将来は読めません。来年どうなるかわからない。再来年もわからない。このような商売を引き継ぎたいと思うでしょうか。一方で毎年400万円前後の利益が安定して出る商売ならどうでしょう。派手さはありません。しかし予測できます。銀行も評価しやすい。家族も安心しやすい。引き継ぐ側も将来設計が立てやすい。つまり商売の価値は利益の大きさだけでは決まりません。利益の安定性も非常に重要なのです。そしてここで一つの仮説が浮かびます。もしかすると喜多方ラーメンの問題は利益が少ないことではないのかもしれません。利益が不安定なことなのかもしれません。ではなぜラーメン店は利益が不安定になりやすいのでしょうか。その理由を考えるためにまずはラーメン店の収益構造を見てみましょう。原価率。よくラーメン1杯1000円時代と言われます。仮に1杯1000円としましょう。原材料費が350円。すると原価率は 35% です。粗利益は650円。数字だけ見ると悪くありません。むしろかなり優秀に見えます。ところがここに大きな落とし穴があります。この計算は全部売れた前提なのです。例えば150杯売れると思って仕込みました。ところが実際には120杯しか売れませんでした。30杯分は売れ残りです。当然ですが仕込みに使った材料代は返ってきません。すると実際には150杯分の原材料費を使って120杯分の売り上げしか作れなかったことになります。ここで初めて見えてくるのが需要予測の難しさです。ラーメン店は朝の時点である程度の仕込みをしなければなりません。しかし未来のお客さんの数は分かりません。雨が降るかもしれません。近くでイベントがあるかもしれません。観光客が増えるかもしれません。減るかもしれません。つまりラーメン店は毎日未来を予想して仕込みをしているのです。そして予想を外した時の代償が意外と大きい。ここが重要なポイントです。では他の商売も同じなのでしょうか。実はそうでもありません。次はその違いを見ていきましょう。転換。ここで少しラーメンから離れて別の商売を考えてみましょう。魚屋です。魚が売れ残ったらどうするでしょうか。刺身として売れなかった魚を干物にする。惣菜にする。冷凍する。いろいろな方法があります。肉屋も同じです。肉が余ったら惣菜にできます。揚げ物にもできます。弁当にもできます。パン屋も同じです。売れ残ったパンをラスクにする。パン粉にする。別の商品として売ることができます。つまり何が起きているのでしょうか。一言で言うと商品を変えているのです。お客さんが思ったより来なかった。
でも商品を変えれば売れる。だから損失を小さくできます。需要予測を外しても致命傷になりにくいのです。ところがラーメンはどうでしょう。スープが余った。どうするでしょうか。茹でた麺が余った。どうするでしょうか。完成したラーメンが余った。どうするでしょうか。もちろん一部の食材は別の用途に回せます。チャーシューもあります。ネギもあります。しかし商売全体で見ると、魚屋やパン屋ほど自由度は高くありません。つまりラーメン店は、需要予測を外した時の逃げ道が少ないのです。これが非常に大きい。私はここにラーメン店の構造的な弱点があると思っています。そしてこの話は単なる食品ロスの話ではありません。もっと重要なのは利益の安定性です。魚屋は需要予測を外しても被害を小さくできます。パン屋も同じです。しかしラーメン店は被害が大きくなりやすい。結果として利益がブレやすい。つまり黒字でも安心できないのです。今年は良かった。でも来年はどうなるかわからない。こうなると商売としての魅力は下がっていきます。そしてここでもう一つ重要な疑問が出てきます。もしラーメン店がそんなに不安定なら、なぜ全国にたくさん存在しているのでしょうか。なぜ昔は後継者がいたのでしょうか。実はラーメンという商売はもともと全く違う顔を持っていました。次はその歴史を見ていきましょう。優勢。実はラーメンはもともと非常に魅力的な商売でした。今でこそ1杯1000円でも高いと言われることがあります。しかし昔のラーメンはもっと利益が出しやすかったのです。なぜか、原価が安かったからです。例えば豚骨、例えば鶏ガラ。昔は価値の低い食材として扱われることもありました。それを長時間煮込んでスープにする。そこに麺を入れる。極端に言えば、それだけで商品になったのです。つまりラーメンは、もともと非常に効率の良い商売だったと言えます。利益率も高い。初期投資も比較的小さい。だから参入者が増えました。脱サラしてラーメン店を開く。そんな話も珍しくありませんでした。成功事例もたくさんありました。すると何が起きるでしょうか。競争です。魅力的な市場には人が集まります。人が集まれば競争が始まります。競争が始まれば差別化が必要になります。スープにこだわる。麺にこだわる。食材にこだわる。その結果、原価は上がっていきます。手間も増えていきます。昔より美味しいラーメンは増えました。しかし同時に、昔より難しい商売にもなったのです。そしてここで決定的な変化が起きます。個人店だけで戦う時代から、チェーン店との戦いが始まったのです。次はチェーン店がなぜ強いのかを見ていきましょう。集団。ここからが今回の話の核心です。なぜ個人店が苦しくなり、チェーン店が強くなったのでしょうか。多くの人は大量仕入れを思い浮かべます。もちろんそれもあります。しかし私はもっと大きな理由があると思っています。それが対数の法則です。少し難しそうな言葉ですが、考え方はシンプルです。例えばあるラーメン店があるとします。今日は150杯売れると思って仕込みました。ところが雨が降りました。観光客も少なかった。結果として100杯しか売れませんでした。50杯分の予測が外れました。個人店にとっては大きなダメージです。ところが100店舗あるチェーン店なら話が変わります。ある店舗では予想より50杯少なかった。別の店舗では30杯多かった。さらに別の店舗では予想通りだった。こうしたばらつきが全体では平均化されます。つまり個人店では致命傷になる偶然が、チェーン全体では誤差になるのです。これが対数の法則です。だからチェーン店は強い。もちろん味の問題もあります。ブランドの問題もあります。仕入れの問題もあります。しかし数字で見ると、この安定性の差は非常に大きいのです。そして安定性は経営者だけでなく、後継者にとっても重要です。引き継ぐ側が知りたいのは、今年いくら儲かったかではありません。5年後どうなっているかです。10年後も続けられるかです。つまり魅力的な商売とは、利益が大きい商売ではありません。利益が予測できる商売です。ここまで見てくると、喜多方ラーメンの記事の見え方も変わってきます。後継者不足は確かに起きています。しかし、その背景には商売としての難しさがあります。では最後に、なぜその現象が喜多方で目立つのかを考えてみましょう。本質、ここまで分析してきて、私は一つの結論にたどり着きました。喜多方ラーメンが特別弱いわけではない。これです。実際、ラーメン市場そのものは拡大しています。ラーメン人気も続いています。喜多方ラーメンの知名度も高い。つまり商品そのものが否定されたわけではありません。ではなぜ老舗が消えるのでしょうか。私は全国で起きている変化が喜多方で先に見えているだけだと思います。高齢の店主が多い。個人経営が多い。だから全国の個人ラーメン店が抱えている問題が喜多方では先に表面化した。そう考えると自然です。記事では後継者不足が原因だと説明されていました。私はその説明自体は間違っていないと思います。ただ、それは現象の説明です。なぜ後継者がいないのか、そこまで考えると別の景色が見えてきます。利益が不安定、需要予測が難しい、売れ残りを別の商品に買いにくい、個人店は偶然の影響を受けやすい、そしてチェーン店はそのリスクを吸収できる。こうした構造の積み重ねが後継者不足という形で現れているのかもしれません。つまり今回消えつつあるのは喜多方ラーメンではありません。個人ラーメン店が比較的簡単に成功できた時代なのです。皆さんはどう思いますか。もし自分の親がラーメン店を経営していたとして、その店を継ぎたいと思うでしょうか。ぜひコメントで教えてください。